おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、超初心者向けに、油絵の具を解説していこうと思います。油絵の具を実際にですね、使ってリンゴを描くという動画にしようかなと思ってます。超初心者向けにしますので、ぜひですね、勉強してみてください。でですね、油絵の具ってすごく難しいっていう風に感じられるかもしれませんけども、考え方をしっかり持てば分かります。すごく分かりやすい画材でございます。まずですね、油絵というのは油絵と絵の具と顔料ですね。顔料。こういった色のついた粉、これだとバーンと焼いたシエナの土でございますというのと、乾く性質はほとんどないですね。例えばこれポピーオイル、乾く性質のものが混ざり合って、一生懸命混ざり合ってできたものが油絵の具というものですね。チューブに入って、売っているものでございます。例えばこういうのとかすみません。全部ボロい道具、シルバーホワイトとか、ベールコンポーゼナンバーワンとかですね、カドミウムレッドとかね、ちょっとこういうカドミウムというのはすごく体に危ないものなんで、自分で、練って作るっていうのはやめた方がいいかなと思いますが、例えばシアニンブルー、こういったものが油絵の具というふうに、要は乾く性質で、乾く性質って何ぞやっていう話ですけども、乾かない性質のものもありますよね。換気扇がベタベタしてなかなか油がとかっていう、例えば非完成油と呼ばれるようなものもありますよね。乾かない性質ですもんね。ベタベタとしてるようなもの。でも一応乾くという性質の油と顔料が混ざり合ってます。で、大きく分けるとリンシードっていうのとポピーオイルというものでございます。で、リンシードという方が乾きは早いとされてます。だいたい2日で乾きますよというものと、ポピーオイルというのはだいたい3日で乾きますよという感じです。じゃあ、そのポピーオイルとリンシードオイルの違いというと、リンシードの方が応変する可能性があると。例えば、リンシードだけで、薄くわーっと塗ったりすると、後々すごく黄ばんでくるということが起こったということは学生さんを見ていてありました。で、私は基本的にはポピーオイルを使ってます。ポピーオイルの方が高いですけども、乾きも遅いですけども、そういうのを使っております。だからちょっと考えようによっては、ちょっと例えば茶系に混ぜて使うときはリンシード使おうかなとかいう感じで、ものによって。じゃあ、絵の具自体は大体ポピーオイルで練っているっていうふうに、とある絵の具会社の工場長が言っていました。大体、応変してもそんなに問題ないような茶系とかはリンシードで練っていることもあるのかもしれません。そのあたり企業秘密だと思いますけども、まず乾く性質というものと、揮発。またわけわからんこと言うてはるぞと。テレピン油というのとターペンタインとも書いてあります。ターペンタイン。要はこれテレピンって書いてますけども、下のこれ草壁さんなんですけども、ターペンタインっていう風に書いてるんですね。で、ターペンタイン、テレピンとかと、あとはペトロールというものがあります。ペトロールというのは鉱物系と植物、テレピンは植物系という。で、ほとんど同じようなもんですよと工場長は当時言っておりました。で、その揮発ということは、練って絵の具に練って希釈して、例えば水彩絵の具のように描いて、使ってあげたら、絵の具自体は薄くなります。絵の具っていうのはすごくチューブから出したら歯磨き粉みたいな感じでブリッとしてるんですね。で、それを薄く希釈して使う分にはテレピンを希釈して使っていきます。でも揮発していくわけです。ファーっと。っていうことは、顔料の中にある、完成油と一緒に混ざり合って、油絵の具でできているわけですよね。で、その顔料の粒々の隙間が広くなるわけですよね。で、テレピン油とかを溶くと。だから、くっつき自体は弱くなる。だからテレピンだけで描くというのはすごく危険ですので、初めの方はテレピン油で、多めに描いて徐々に完成油を増やしていくということが一般的です。私の描き方なんかはちょっと独特かもしれませんけども、私は画面をわざと濡らして描き出したりします。で、それによって乾きが遅いのとかを利用しながら、なかなか高等テクニックかもしれませんけども、油絵の具っていうのは乾いた上にまた描いていくこともできますし、乾かないということも特性なんですよ。で、それをうまく活かせるかということがポイントになってくると思いますよ。
どっちかというと乾かしながら書きましょうということで、プラス樹脂というのがあります。伝統的なのだと断丸樹脂とかコパール樹脂とかっていうのがあるんですけども、こういう今アルキド樹脂と呼ばれるような乾きが早いものとかを混ぜて書いていく。受験なんかではこういったものをよく使われますね。で、こういったものを使うこと全然いいと思うんですけども、こればっかりに頼りすぎてしまうと、じゃあアクリルでいいんじゃないかって、アクリルすごく乾き早いですよね。アクリルでいいんじゃないかみたいな感じになってきますので、やっぱ油絵の具は油絵の具の特性を生かされてもいいかなと。ただ初めの段階はこういったものを多用して、後半は例えば完成油とかを多めにしていくとかということもあるかなというふうに思います。もう一度言いますけども、完成油、揮発性油、樹脂っていう3種類がありますよと。じゃあそういったものを混ぜ合わせて売っているものがペインティングオイルということですよ。要はペインティング、描くための油ということですね。ペインティングオイルというのはそういうふうなものが調合されていますので、皆様でその売っている、ものとかをそれぞれのものを混ぜ合わせて売っているのが大体ペインティングオイルと呼ばれるもので、各会社によっても例えば乾燥を早めたいっていう時はクイック、ドライイングメディウムとかっていう風に名前がついてたりしますし、だからいろんな新しい商品、私実はそういうのほとんど今使っていないから、どんな新商品が出ているか全く知りませんけども、そういったものが混ざり合っているのがいわゆるペインティングオイルというものです。多分初めて油絵の具基本色セット的なものを買ったらついてくるのがペインティングオイルだと思います。そういう揮発性油、樹脂、完成油というものを知っておくと、皆様自分に合った調合というのが分かりますので、ぜひ、そういったところもしっかり見てみてください。今日はちょっと板に描いてみようと思います。またキャンバスではなくて、私はこういう作画動画を作るときは簡易的に作っていますので、こういうシナベニア、要はラワンとシナっていうのがありますけど、これちょうどラワンですわ。これラワンね、全然違いますよね。絶対ホームセンターに行ったら売っている、両方売ってます。ラワンのが安いです。でシナベニアっていうのがちょっと高い、多分3割増しぐらいで高いと思いますが、私はこういうシナベニアとかで本当はパネル状にして、要は後ろに格子とかつけてやった方がいいんですけども、別にこれはもしなんていうか販売とかするものじゃないので、皆様に勉強のためにお見せするために作ってます。で今回夕食の下地を塗っておきました。これはジェッソ、まだいっぱい今日わけわからん言葉が。ジェッソというのはアクリル絵の具です。もう大きく分けると水彩絵の具の中のアクリル絵の具。アクリルも例えばアクリルガッシュとかアクリル、同じようなもんですよ多分ね。透明水彩絵の具、透明水彩とポスターカラーっていうのが親戚同士ですよっていう話いろいろしてますけども、ではアクリル絵の具とアクリルガッシュも親戚同士ですよと。で、アクリル絵の具系の中のまたジェッソと呼ばれる下地材があるんですね。でその下地材の白と黒を合わせて、これを塗って何層か薄く塗ってですね、水で、溶いて、水彩絵の具の希釈はテレピンではなくて水ですね。水で薄めると。油絵の具の場合はテレピン油とかペトロールですということですけども、薄く塗って、すみません長なりましたけども、今日はこれに、アポリンゴを書いて、すみませんイングリッシュが出てしまいましたが、アポを書いていこうと思います。だいたい2日間にじゃあ分けて書いてみましょうかという感じで、じゃあ本編ご覧ください。それでは解説をしながら進めていこうと思います。こちらリンゴですね。まずしっかりね、これちょっと今冷蔵庫に入ってたんで拭き取って、きれいにしておりますね。磨くとツヤが出てまいります。で光はこっち側から来る設定にしておきました。でこれ板ですね。で今日使うのはシルバーホワイト、チタニウムホワイト、ピッチブラック、バーントシェンナ、トランス、ウルトラマリン、カドミウムイエロー、カドミウムレッド。ちょっとこれちょっと変則的かもしれませんけどね。シアニンブルー、スーパーマゼンダ、シアニングリーンということで、ちょっと変則的かもしれませんが、このあたりを使っていこうと思います。で絵皿ですね。2種類、テレピン油と少ないですけどもポピーオイルですね。でこちらにはポピーオイルだけにしておきましょう。使わないかもしれませんけどね。でチタニウムホワイトとシルバーホワイトで、このチタニウムホワイトとシルバーホワイトに関してはすごく白い、こちらどっちかというと、白いけども、こっちのは白いですね。で、こっちの方はどちらかというと硬いっていうかね、しっかりくっついてくれるみたいな印象かと思います。私なんかはですね、いつもこうやって2つ混ぜます。
チタニウムホワイト単体だとあんまり厚塗りには適さない。こちらはシルバーホワイトは厚塗りには適しますけども、白さでいうとチタニウムの方が白いと。練り合わせます。練り合わせます。で、私はいつもこの白に関しては私ですよ、ポピーオイルを入れます。皆様もそれぞれで、自分のやり方みたいなの見つけられるといいですよね。こちらにはスタンドオイルを混ぜ合わせておきましょう。よいしょ。まあ 10%、15% ぐらいですかね。そして、絵の具を出していきますけども、色がなんとなく、例えば暗い色、徐々に、明るく、例えばこうかなとかね。例えば青系は一緒にこうしておこうか。ごめんなさい、バラバラになりましたね。こうですかねとかね。っていう風にこう色をなんとなくこう順番にしておいた方が使いやすいかもしれません。ピーチブラック。バーントシェンナトランス。ウルトラマリン。よいしょ。シアニンブルー。もうこれなんか本当にほんの少しで十分ですよ。ちょっと。カドミウムレッド。この辺りはちょっとね、多めに使う可能性がありますよね。今日のモチーフ見ると。スーパーマゼンダ。これあんまり混ぜすぎるとすごくこう色が強くこうピンクってなってしまいますから気をつけてください。カドミウムイエロー。で、シアニングリーン。この辺りほんの少しで十分ですね。で、シアニングリーン。この辺りほんの少しで十分ですね。まず、こっちですね、テレピンと両方入ってる方で、まず形をとっていきますが、なるべくこう大きくこう見せるためにね、大きくリンゴを描いておきますね、モチーフよりも。まあ、影までちょっとモチーフにした方がいいですよっていうのはよく僕が言っています。私はいつもちょっと濡らして描くんですけども、今日は濡らさずにちょっといきましょうか。濡らした方が私は楽なんですけどね。で、こういう下地を塗ってある状態をインプリミトゥーラと言いますけども、下地の色を塗ってある状態です。やっぱ私は濡らして描いた方が楽そうなので濡らします。完成油だけですね。ちょっと心配やっていう人は濡らさずにゆっくり始めてください。ちょっと僕は時間がかかるので、時間かかるというか短い時間でやりたいので濡らして描きます。でちょっと余分な油は僕は拭き取ってます。しなべにやに、ジェスを塗って何層も薄く塗って最後に紙やすりで研磨してますね。で影がこう落ちているデッサンとかの動画も参考にされてみてください。奥に回っていくところとかですね。
でちょっとこうチラ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 感じるですね、黄色緑みたいな色も同時にやっぱ描いていきましょうね。暗闇からリンゴが浮かび上がってくるようなイメージですね。これはナイロンの筆を使ってます。で絵の具が一本の筆で描きたかったらなるべくこう毛先はきれいにしておいてください。今ティッシュで拭き取りましたね。でこの辺影ですので稜線と呼ばれる線があってちょっと反射光といって少し明るくなって見えますね。それよりもこっちが明るいんですよ、もちろんね。ある程度絵の具リンゴの中だけは置けてきましたね。では背景の方も描いていきましょう。影の全部同じ白なんですが、影の部分っていうのがあるんですね。光がこう2方向から来てる3方向から来てるからちょっと複雑になってますけども、でここの色とかを作って、塗ってあげると。このぐらいかな。このぐらいかなと。で接地面奥に回り込んでいってますからね。こういうところすごく一番難しいのこういうとこなんですね。奥へ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 入っていってるっていうとこですね。で影を描きました。じゃあ背景のところを塗っていこうと思うんですが、光自体はこちらから来てますので、どちらかというと私は暗いところから描いていきながら、それに白を足していきながら描いていきます。そうすると影と全くこう分離した色にはならないというかですね。円辺対比法。大きい筆使った方が楽な時は大きい筆使いましょうね。
で少しずつ白を多くしていってですね。一応全部、塗れましたね。でもちょっとこれじゃ筆ムラが気になるぞとかっていう人は、例えばこういった叩き筆、といったもので叩いてあげたりすると絵の具が平滑になってきます。明るいところから叩くようにしてください。毛が抜けますね。皆さん毛は抜けてますか？で今すごくこう白い絵の具がついてますので、ある程度ティッシュで拭き取ってから影の中とかも叩いてあげると、輪郭とかも少しこう混ざり合わすようにすると柔らかく溶け合ってきますよね。しかしこれだったら輪郭がすごくこう強くないですか？ここがペロペロってめくったらめくれそうな雰囲気があるというか、ね、ここでピタッと形が終わってしまっていると。じゃあどうやったらいいんだろうということで、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチ先生が行ったスフマート技法というのを少しやってみましょうか。もうレオナルドは何回も何回もこう書いて、指ですり込んだりとかしてますけど、例えば簡易的にやるならばこういった筆の柔らかい筆の毛先が乾いたものとかで絵の具がついていない状態ですね。少しこういうところをこうやって溶け合わせてあげたりすると、お、輪郭がボケてきたぞ、ボケてきた、ボケたとか言わないで、はい、すみません。少しこうやってね、溶け合わせてあげるんですね。ボケたって言いませんね。すみません。はい、溶け合わさっていく。そうするとどうでしょうか。こっち側に比べるで、こっち側少し柔らかくなってるの分かりますか？とか、まあこういう叩き筆の小さいバージョンとかでやってもいいかもしれませんね。で少し輪郭が溶け合って少しだけ回り込みました。でもなかなかまだ回り込んでいってないぞという時は、今度は真ん中の方を描いてあげたりですね、していくと前の方に出てきますので、例えば光っているところをスッと描いてあげたり、絵の具の物質感ですね、少しこう例えば厚塗りの方の絵の具を使って少しインパストと言いますけども、厚塗りをしてあげたりすると、ちょっと前に出てきているようにも見えてきます。後ろがダメなら前を出すね。少し前に出てきたように見えませんか？ここに天使の輪みたいなのが少し光っているなとかね。もっと出しておきましょうか。ブリブリブリ。
ね、手前の方に少し厚く塗って側面を絵の具を少し薄くしていくだけでも印象がこう回っていくような感じに見えてきます。これはもう物質感の描き分けによってですね、これも伝統的な方法なんですね。もちろん速乾剤を使っていませんよ。描けますよね。自分の目から一番遠い輪郭線なんていうのはやっぱりこういうところが実は一番難しいんですね。でこう輪郭のところの筆の跡とかは気になったら、もしくは叩き筆とかで叩いてもらってもいいと思いますよね。ちょっと細いやつとかでですね。奥に回っていくところの書き込みっていうのは、少し例えば柔らかくというかですね、ぼかしながら、ちょっとぼかしながら書いてあげるとかですね。ほんの少しですよ、もう。でヘタのところも少し描いていきましょうね。ヘタの明るいとこ描いて、ヘタのこう周り側を描いて、周りのとこ描いて、暗いとこを見せるなんていうこともできますしね。
という感じで全体的にかけてきましたよね。もうちょっと粘ってみましょうね。輪郭ボケ、輪郭柔らかく例えばこういう柔らかい扇形の柔らかい筆とかでもっとぼかしてあげることもできますよ。それで周りを自然なようにまた叩いてあげて、水彩筆なんかも全然遠慮なく私は使います。奥に回っていくちょっと手前もしっかり描いてあげて、たまに離れてみてくださいね。ちょっとこっちに回っていくの弱いですよね。この辺りの引き際も大事ですよ。あまりやりすぎると色がどんどん悪くなっていきますので、その一歩手前ぐらいで終わらせておくことがコツかなと思います。この辺にも家の蛍光灯の光が入ってますね。という感じで、1日目、これで完全に一旦乾かしましょう。手前があって回り込んでいってるかな、絵の具の物質感ついたかなとか、背景もまず一層塗っておきました。これで1日、終了といたします。それでは2日目以降の仕事を始めていこうと思います。これポピーオイルだけ、テレピンとポピーオイルが入ったものです。約1週間乾かしました。ちょっと弾いてますね。ちょっと油だけじゃなくて絵の具も少し入れてみてもいいんですね。ちょっと白を入れました。少しマシですね。ちょっと黄色を入れました。弾きがなかなか収まらない場合は一回また拭き取ってでもう一回指ですり込んであげたり、そうするとだいぶ弾きはなくなっていきます。絵の具は、サランラップをしておきました。でもだいぶ固まってはきてます。1週間も経ってますのでね。で、
時間経っていたらもう一回練り直してみてください。そうすると少し柔らかさが戻ってきます。こちらなんかもうだいぶ固まってますね。ティッシュはできるだけ僕は安いのを使うことをお勧めしています。なんでかというと、ここの毛がですね、こっちについてしまうことがありますので、できるだけ安い方がつきにくいというのが私の経験上ですね。で、指ですり込んだりしてください。圧倒的に難しいと思ってるのはこの回り込みですね。私は回り込み。ここは意外と頑張って見て書いていけば書けますが、回っていくという感じを出すのは非常に難しいです。絵の具がもう固まってしまったら新しく出したり、練り直したりしてくださいね。絵の具のカスがついちゃいますので。そしてもう一回背景描いていきましょうか。また影の部分の色をまず作ってます。手前の方より奥の方がどちらかというと柔らかくなってるんですね。影っていうのは手前に行けば行くほど強くなってる。そしてこれに対して白を混ぜながら絵の具のカスがつきますね。私が紙パレットにしているのはもうこういうカスが嫌なんで、もうどんどん変えていってます。でここの輪郭というのは柔らかくなってると。影のここですね。でモチーフより遠いところはやはり柔らかくなって、こちらの方は強くなってる。こっちは柔らかくこちらに溶け合ってると。っていう感じですね。でモチーフより遠いところはやはり柔らかくなって、こちらの方は強くなってる。こっちは柔らかくこちらに溶け合ってると。っていう感じですね。でこっち側から白くなって光が当たってますので、背景もこっちの方がこっちよりも明るいと。
ではリスタートしましょうね。例えば、手前側の背景、奥の背景ありますけども、例えば手前側の方だけでもほんの少し絵の具を厚くしとくだけでも前に来ているという感じが出てきますよ。ほとんど同じ色でも物質感によって前に出してあげるということ。だいぶ印象が変わりましたよね。背景をもう一回塗り直すだけで2層目ですけどね。また叩いていきますね。奥にちょっと抜けていくようにするためにほんの少しだけグラデーションつけておきましょうか。ちょっと奥に行く感じ出ましたよね。で、影ですね。拭き取ってくださいね、ここね。で、反射光、ちょっとここ明るくなってますね。背景とリンゴね、だいぶ分かれてきましたよね。さあ問題の回り込み等々やっていきましょう。少し明るく反射光を描いてみました。ちょっとグレーズというのをやってみましょうか。なるべくこう透明色系ですね。でもまあもうなかったら別にこういうのとかカドミウムとかも半透明ぐらいのかな。茶色ですね。
下にある絵の具を活用しながら塗っていくと透明層が薄くですねかかってきて、より深みが出てきます。ちょっと乾いた筆とかで回ってきたの分かりますか？ほんの少しですよ。1ミリ、1ミリ、2ミリぐらいの感じですね。ちょっと光が出てきましたね。最後の段階、少し書き込みをしていきますね。よく観察することですよ。やはり難しいのは回っていくところですね。こっちよりもやっぱ強くちょっと書く。
細い筆を用意しました。もうこんな感じでずーっとちまちまやっていきながら完成に向かっていきます。また同じ作業を3日目とか1週間乾かして3日目とかっていう風にやっていく4日目5日目ってやってもっともっと深みを出していきますが、今回はこのぐらいで、今回は終わりにしておこうと思います。ぜひ参考に、勉強してみてください。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。